皆様こんにちは、セリナです。今回は5月22日予約開始、6月5日発売、アディクションスムースマットロックミスト、スムースグローロックミストをアディクション様より商品提供いただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。アディクションから化粧崩れや毛穴の目立ちといった夏の悩みに向き合って誕生した2つのフィックスミストが登場ということで、マットミストはツヤ系のファンデーションに組み合わせてどのくらい違いが出るのか、グローミストはマット系のファンデーションに組み合わせてどのくらいの違いが出るのかを見た後に2つの仕上がりや崩れの違いも見ていきますので、少しでもミスト選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな内容を発信していくのかなどは詳細動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。アディクションサマーベースメイクアップ。ご紹介するのはスムースマットロックミスト。メイクアップの美しい仕上がりを24時間ロックするフィニッシングマットミスト。ミネラルクレイ配合の超微細なミストでスムースマットな仕上がりに。毛穴のソフトフォーカス効果を発揮し、テカリや崩れを防ぐ夏のマストハブ。スムースグローロックミスト。メイクアップを肌に密着させながら潤いとツヤをもたらすフィックスミスト。保湿成分配合の超微細なミストで洗練されたスムースグローな肌へ。ベースメイクアップの途中やフィニッシュに取り入れ、美しさをしっかりキープ。まずはスムースマット、スムースグローのそれぞれの特徴をご紹介していきたいと思います。まずはスムースマットからです。こちらはテカリ防止に特化したアイテムとのことで、化粧感を出さずに皮脂を抑えてマット感をプラスできるとのことなので、アディクションのツヤ系のベースアイテムでメイクをした上にミストをかけてみて、どのくらい仕上がりに違いが出るのかをまずは見ていきたいと思います。使用するのはこちら。下地はスキンプロテクターソフトグロー001。ファンデーションはザ・ファンデーションリフトグロー。カラーは006。そしてパウダーはインビジブルエッセンスルースパウダーグロープラス003です。下地からかなりしっかりツヤが出るアイテムを使って、まずはツヤ肌のベースを作っていきます。このアイテムは紫外線対策もしっかりしながら肌トーンを自然に明るくしてくれて、内側から発光したようなツヤも叶えてくれる万能アイテムです。そしてさらにツヤ系のファンデーションを重ねていきます。ザ・ファンデーションリフトグローはかなり人気のアイテムなので愛用されている方も多いんじゃないでしょうか。しっかり保湿してくれる分、夏場には少し崩れが気になるという方もいらっしゃると思うので、マットミストでどのくらい違いが出るのか楽しみです。パウダーもなるべくナチュラルにブラシでつけていきます。こんな感じでツヤツヤな肌に仕上げてくれます。はい、こんな感じでツヤ保湿系の下地、ファンデーション、フェイスパウダーでまずはベースを作ってみました。ツヤが綺麗な仕上がりで負担感がなく、かなり保湿されている感じがしますが、皮脂が気になる肌タイプの方や、かなり気温が高い日には少しだけ崩れが不安なこともあるので、この上にスムースマットロックミストを乗せて、質感や崩れにどんな感じの変化が出るのか見ていきます。では、こちら側半分にミストをかけていきます。パウダー入りの3層タイプなので、使用前はよく振って、顔から20センチほど離して、目と口を閉じた状態で、顔全体だと7から8プッシュほどかけるのがおすすめとのことです。今回は半眼なので4プッシュほどで仕上げていきたいと思います。はい、2、3分ほど時間を置くとこんな感じの違いです。今回、下地やフェイスパウダーにパール入りのアイテムを使ったので、ミストをかけてもきちんとベースメイクの自然なツヤ感は残してくれていますが、余分な油分感が抑えられたのと、毛穴や凹凸が綺麗にフラットになっている感じがします。そして近くで見るとこんな感じで、
ミストをかけた方のベースがフラットになっている感じがわかりやすいと思います。ミストなしの方だと特にこの辺りに毛穴が気になりますが、ミストをかけるとこんな感じでかなり自然にフラットに肌補正をしてくれているイメージです。一緒に使うベースアイテムの良さはそのままに自然に毛穴補正してくれるので、ツヤ感は残したいけれど夏仕様に変更したいという時にすごく良さそうです。そして何よりも肌表面の触り心地が全然違くて、ミストなしの方はフェイスパウダーもかなりしっとりしているタイプなので肌表面にしっとり感が残っていますが、ミストをかけた方は肌表面がサラサラに仕上がっています。このツヤのイメージを残したままサラサラに仕上げてくれるところもすごく優秀なポイントだなと思います。ではこの状態でマスクで過ごしてみて、崩れ方にどんな違いがあるのかも見ていきたいと思います。はい、あれから4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。まずこのくらいの距離で見ても、ミストなしの方は少しファンデーションが薄まって赤みが出てきていたり、ツヤの他にテカリ感が若干出てきてしまっているのが気になりますが、ミストありの方はこんな感じで綺麗なツヤ感は保ちつつ、塗りたての時のままの仕上がりを維持してくれている感じがします。近くで見るとこんな感じです。今日は暑かったので4時間の間に汗もかきましたが、ミストありの方は若干マスクがよく当たる位置はファンデーションが薄まる感じはしますが、それでも綺麗に保ってくれていて、自然だからも毛穴や凹凸をフラットにしてくれる感じもしっかり保ってくれています。ミストなしの方と比較をするとこんな感じで、皮脂っぽさが抑えられているのがよりわかりやすいんじゃないかなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして何よりも肌表面の触り心地が全然違くて、ミストなしの方は汗をかくと汗や皮脂と混ざってしっとり感が増すのに対して、ミストありの方は汗をかいても小鼻の横も頬の広い範囲も全くベタつきが出ていなくて、つけたてのサラサラ感を保ってくれます。ツヤタイプのベースアイテムと組み合わせてもツヤを消しすぎることなくサラサラ感を保ってくれるというのはかなり使いやすいんじゃないかなと思いました。続いてはスムースグローロックミストをご紹介していきます。こちらはメイクの仕上げはもちろん、ベースメイクの途中にも使用できる潤いチャージアイテムとしても使えるタイプです。こちらのミストにはアディクションのセミマット寄りに仕上がるアイテムを使って、その上に使ってみたいと思います。まず下地は新作のブラウンロックプライマーです。こちらの新作下地はみずみずしい塗り心地ですが、毛穴や凹凸を自然にフラットに見せてくれるのが綺麗ですよね。続いてファンデーションはザ・ファンデーションコンフィデントフィックス。カラーは008です。潤い感を閉じ込めたようなソフトマット肌がとても綺麗で、新作アイテムの中でも特に人気ですよね。はい、ファンデーションまで塗り終わりましたので、ここでメイクの途中にグローロックミストを使ってみたいと思います。よりベースメイクを密着させたいときは、スポンジにミストを 1,2 プッシュ含ませて叩き込むとムラなく密着させることができておすすめとのことだったので、今回はスポンジを使って塗ってみたいと思います。こちらも2層タイプなので、使用する前はよく振ってからスポンジにミストを含ませてしっかり叩き込むようにのせていきます。今回使っているファンデーションはしっとりしたソフトマットファンデーションなので、乾燥が気になる肌タイプの方にも使いやすいですが、どうしてもグロータイプのファンデーションと比較をすると少し馴染ませにくかったり乾燥が気になるという方もいらっしゃると思うので、そういった場合はミストをスポンジ付けするとこんな感じでかなり綺麗にツヤを出しながらベースメイクをしっとり密着させることができます。はい、ファンデーションまで塗ってある状態で、こちら側半分にグローミストを使うとこんな感じの違いです。このくらいの距離で見るとミストありの方がかなりツヤがプラスされたのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。ハイカバーなファンデーションですが、ミストをスポンジに含ませて上から叩き込むようにのせると、ファンデーションが肌にピタッと密着して、艶やかでフラットな肌に仕上げてくれます。ファンデーションをうまくなじませるのが苦手という方は、こういった使い方をするのもすごくいいんじゃないかなと思います。
そしてフェイスパウダーはインビジブルエッセンスルースパウダートランスルーセントプラス002です。では最後にフェイスパウダーをブラシでのせて、さらにこちら側半分にミストをかけていきます。はい、こちら側半分にメイクの途中とメイク後にグローロックミストを塗ってみました。やはりグローロックミストはしっかりツヤが出るので、こんな感じでミストありなしでの違いがかなりわかりやすいと思います。近くで見ても肌全体に潤い感がプラスされているのと、ベースメイクがしっとり肌に密着している感じがわかりやすいと思います。そして肌表面を触った感じは、ミストなしの方は皮脂やベタつきに強いアイテムで組み合わせているのでかなりサラサラですが、ミストありの方も適度なサラサラ感は保ちながら、ちゃんと表面にも水分を感じるようなしっとり感をプラスしてくれていて、ベタつく感じではないけれど、ツヤと潤いを与えてくれる感じがすごく使いやすいなと思います。では、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。今回、下地、ファンデーション、フェイスパウダーと皮脂や汗崩れにかなり強いものを使用しているので、ミストなしの方でもほぼ崩れもなく綺麗に保っていますが、グローミストをつけた方はツヤを綺麗に保ちつつ、こちらも同じくらい崩れに強いです。近くで見るとこんな感じです。どちらもマスクがよく当たる位置は若干摩擦によるハゲは気になりますが、テカリが出てくることもなく、毛穴や凹凸をフラットに見せてくれる綺麗なカバー感を保っていて、ミストありの方は塗りたての光を反射するような綺麗なツヤ感を保ちつつ、崩れにもほぼ影響していないです。みずみずしい潤い感と保湿感、そしてツヤ感とファンデーションを綺麗になじませる役割をプラスしながら、崩れにも影響しないところがすごくいいなと思います。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、ミストありの方はみずみずしい保湿感をしっかり保ってくれています。テカリやベタつきが出るというわけではなく、しっかり潤い感を閉じ込めたまま崩れも強化してくれるので、保湿感はプラスしたいけれど崩れ対策もしたいという時に使いやすそうです。はい、最後にマットとグローのミストのそれぞれの仕上がりと癖も比較していきたいと思います。今回は夏場に特におすすめのブラウンロックプライマーとザ・ファンデーションコンフィネントフィックス、そしてパウダーはトランスルーセントタイプで全顔ベースを仕上げて、こちら側にマットミスト、反対側にグローミストをかけている状態です。グローミストは先ほどと同様、ファンデーションの後にスポンジでミストをつけて、フェイスパウダーを塗った後にさらに仕上げミストとしても塗っている状態です。仕上がりを比較するとこんな感じで、それぞれの特徴の違いがわかりやすいと思います。マットミストはより毛穴や凹凸を感じさせない滑らかな肌に仕上がっていて、グローミストをかけた方は頬の高い位置につるんとした綺麗なツヤが出ています。近くで見るとこんな感じの違いです。マットミストはより毛穴や凹凸が滑らかに整ったスムースな仕上がり。グローミストはファンデーションやフェイスパウダーがピタッと肌に密着するので、カバー力が若干落ち着いてナチュラルで均一な肌に仕上がっています。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じも結構違いがあって、マットミストは肌表面がサラサラに仕上がっていて、テカリやベタつきを一切感じさせない状態。グローミストは水分をたっぷり抱え込んだようなしっとりした状態に整っています。香りはどちらも香りの強さ、種類ともに同じで、バジルやサイプレスの精油をブレンドしたシトラスハーバルの香りで、強すぎずふんわり香る程度なので、香りが苦手な方にも安心して使いやすいと思います。では、マスクをして崩れについても比較していきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたての時のままの仕上がりをそのまま保ってくれていて、やはりかなり崩れに強くなっている感じがします。マットはつけたての毛穴や凹凸を感じさせないフラットさとサラサラな肌表面を保ってくれていて、
グローは塗りたてのツヤ感は出しつつも、余分な皮脂やテカリはブロックしつつ、保湿力もちゃんと残っています。近くで見るとこんな感じです。どちらもマスクがよく当たる位置は少しだけ夜が気になりましたが、それでも全然綺麗に保っていて、小鼻の横や頬の広い範囲も全くテカることなく快適に過ごせました。特にグローは保湿感とツヤ感がプラスされるので、マットと比較をすると少し崩れに弱いのかなと思いましたが、全然崩れることもなく、どちらもだいたい同じくらいの崩れの強さな感じがします。アップで見るとこんな感じです。ただ表面を触った感じは、マットをつけた方は皮脂やベタつきを一切感じさせないサラサラ肌。グローをつけた方はしっかり水分で肌を保湿しながらも皮脂やベタつきは出てきていないです。適度に保湿力をプラスしたい、ベースメイクの密着度を高めたい、ツヤ感をプラスしたい方はグローがおすすめ。厚塗り感を出さずに毛穴や凹凸をフラットにさせたい、肌表面をサラサラに仕上げたい方はマットがおすすめです。はい、ではこんな感じでアディクションの新作ミスト2種類を徹底解説していきました。どちらのミストもベースメイクの崩れを強化してくれるのはもちろん、良さは生かしつつ質感もコントロールしてくれるところがすごく優秀だなと思いました。厚塗り感を出さずに毛穴レス感を高めたい方や、肌表面のサラサラ感をプラスしたい方はマットがおすすめ。保湿とツヤ感をプラスしつつ崩れも強化したい方はグローがおすすめです。予約開始は5月22日から、全国発売は6月5日からとなりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。